こんにちは、ザワトレスです。本日紹介するフィギュアはこちら。2016年の6月発売ですね。メーカーはバンダイ。商品名が SIC ボリューム72仮面ライダーガイムオレンジアームズでございます。当時の定価は7800円プラス消費税でございました。仮面ライダーガイムの SIC シリーズはこの商品以外に仮面ライダー残月メロンアームズ、仮面ライダー龍玄ブドウアームズ、仮面ライダーバロンバナナアームズ、残月新メロンエナジーアームズ、ガイムジンバーレモンアームズ、勝ち時アームズ、いちごアームズ、全部で8種類のフィギュアが発売されておりますが、今回紹介するフィギュア以外はね、全て魂ウェブ商店の限定販売でした。一般販売されたのこれ1個だけです。スーパーイマジネイティブ超合金として一般販売された SIC でナンバリングがついているフィギュアでは最後から2番目のフィギュアでございます。ちなみに一般店頭販売でナンバリングが最後のフィギュアはね、こちらですね。ボリューム73仮面ライダードライブタイプスピードでございます。このドライブの次に発売されたのがこちら、仮面ライダーアマゾンアルファなんですが、ボリュームなんとかっていう記載がありませんでした。今回はこのガイムのフィギュアレビューですので、今見せた2つはね、また後日フィギュアレビューしたいと思います。 SIC の本当に後半のフィギュアですね。それでは箱を見ていきましょう。スーパーイマジネイティブ超合金ボリューム72って書いてますね。これまでの SIC のフィギュアはこんな感じでね、こういう部分があったじゃないですか。これが今回ないですよね。はい、ちょっとね、そこも説明したいと思います。こちら、仮面ライダーカブトに出てきたライダーたちですね。キックホッパー&パンチホッパーでございます。ボリューム67ですね。そして、こちらはね、SIC ボリューム68なんですよ。68からフックを引っ掛ける部分がね、なくなってるんですね。なので今回のボリューム72もフックをかけるところがありませんでした。はい、改めましてね、箱を見ていきましょう。仮面ライダーガイムオレンジアームズ。バンダイ2016メイドインチャイナ。そしていつものバンダイのロゴマークでございます。箱のサイドをね、見ていきましょう。こちら右側ですね。はい、そしてこちら左側でございます。ちょっと薄いよね。やっぱり簡素化されてますよね。はい、こっち上の方ですね。こちらは底面でございます。箱の裏面でございます。無双セイバーと大々丸は合体可能って書いてますね。安藤健二氏により仮面ライダーガイムがより武者らしいフォルムに、実際になってるね。はい、造形師さんは安藤健二さんでございます。付属の台座を使用して甲冑のようにディスプレイすることが可能。めちゃくちゃかっこいいですね。ダイキャストクリアパーツを使用した質感の演出。ロックシードは4種類付属。ロックシードは腰、武器に装着可能。いいですね。無双セイバーと大々丸が付属ということでございました。はい、それではね、早速開封していきたいと思います。今回ね、僕これ初めて開封するんでとても楽しみでございます。屏風かな、すごいね。折れ線入ってますね。多分これ互い違いに折って立てるんでしょうね。はい、ブリスターパックはね、この1枚だけでございました。はい、こちらですね。仮面ライダーガイムオレンジアームズのマニュアルでございます。大きいですよ。こんな大きい。めちゃくちゃ大きいね。ロックシードの付け方が載ってますね。無双セイバーの持たせ方ですね。大々丸が無双セイバーと合体させることができますよと書いてますね。可動時の注意。こんなの初めてだな。肩関節が三軸になってる。すごいね。で、鎧のディスプレイの仕方も載ってますね。うわ、すごい。鎧ディスプレイの続きって載ってますね。剣の飾り方、屏風の折り方も載ってますね。谷折り、山折り、谷折りですって。右上には手の交換パーツも載ってますね。はあ、なるほどね。裏は何も載ってないですね。以上ですね。ガイムオレンジアームズのマニュアルでございました。それではね、プラケースからフィギュアを取り出していきたいと思います。カメラの角度を変えますね。はい、フィギュアをね、プラケースから全て出してみました。それではね、付属パーツの紹介をしていきたいと思います。まず本体ですね。ガイム本体なんですけども、スカートの部分ね、パーツ同士が癒着しないようにビニールが付けられていますね。とりあえず今回はね、もうフィギュアとして遊ぶんで取りましょうかね。もしかして一回取るのかな。一回ボディ取らんといけない。すごいね。こうなってますよ。無理に引っ張ったらこれ破れちゃいますね。それはダメ。すごいんだけど。いきなりすごいんだけど。すごい。はい、改めましてね、ガイムの本体でございます。後でね、可動範囲も調べてみたいと思います。
はい、まずはこちらですね。無双セイバーでございます。こちらはね、金属ではございませんね。はい、そしてこちら、橙丸でございます。かっこいいね、クリアパーツで。無双セイバーの鞘ですね。ちゃんと穴がね、開いてます。このように収めることができますね。はい、こちら、ロックシードたちでございます。今ここに4個あって、こっちにも1個ついてますんで、全部で5個ということですね。見えますかね、こちら。イチゴのロックシードでございます。イチゴの絵が描かれてるというか、イチゴの装飾が施されてるの、わかるかな？すごいですよね。横に1円玉置いてみましょうか。こんな感じ。めっちゃちっちゃい、なくしそう。怖い。イチゴのロックシードでございました。こちらは、パインのロックシードですね。ちゃんとパイナップルが彫られてるんですよ。すごい。こちら、オレンジのロックシードですね。輪切りになったオレンジの装飾が施されていますね。はい、最後ですね、こちら、桜ハリケーンのロックシードでございます。桜の紋章みたいになってますよね。そして、本体の真ん中にもね、オレンジのロックシードがついておりますね。で、今紹介したロックシードは、3つともここの本体にね、取り付けるようですね。手の交換パーツの紹介でございます。最初はこの握り拳のものが、いつも通りね、ついております。はい、そしてこちら、残りの手のパーツでございます。手が少し開いてる感じのものが両手分ついてますね。銃を握るグリップみたいな手と、ここはね、もう少し握られてるという手ですね。これとこれ同じじゃないですね。以上ですね、手のパーツの紹介でございました。はい、そしてこちら、甲冑にする時の頭のパーツですね。すごいな。これ一部ね、金属でできております。ダイキャスト製ですね。で、刀を飾るための台座ですね。甲冑にする時の土台ですね。うえ、かっこいい。早くこれやりたいな。以上ですね。付属パーツの紹介でございました。はい、それではね、外務の可動範囲を確認していきましょう。まずは首ですね。いいね。新しい SIC だけあって動きはスムーズですね。横にはどうなってんだ？あ、オッケーオッケー。回りますね。首、1回転しますね。うえい。そして次、肩が今回特殊らしいからね。ここすぐスポッて抜けますね。三重関節って書いてましたよ、説明書に。ここ動きますね。で、こういう感じか。1回転はしないのか。あ、1回転しないんだね。あ、する？あ、するね。あ、角が当たる。ちょっとあっち向いていて。肩も1回転しますね。けどかなり無理やりだな。あ、危な。なんだこれ。戻そう。意味わからなくなった。あ、ここが稼働すんのか。まずすごいね、この肩パーツ、これをね、この部分でここ入れるんですけど、ここ自体が稼働しますね。わかります？すごいな。さすが新しい SIC ですね。肘はバッチリ曲がりますね。手首どうなってんの？こんな感じですね。ぐるぐる回りますし、手首自体もね、こうやって動きますね。肩すごいな、今回。びっくりした。今までと全然違うじゃん。両手一緒だそうですね。で、ボディですね。ボディも、うわ、めっちゃ動く。見てください。ほら、めっちゃ動くね。ブリッジできそう。うわ、上に反りすぎると中のこのボールジョイントが見えてしまいますね。それはちょっとかっこ悪いな。なので隠そう。スカートどうなってんの？これは若干柔らかめな素材なので曲げても大丈夫ですね。そして足はかなり開きますね。そして膝もいいね。しっかり曲がりますね。すごいね。そして足首ですね。足首も稼働しますし、つま先もね稼働しますね。こうやって見えますかね。こんな感じ。つま先も稼働しますね。ここもねちょっと特殊な感じになってるんですよ。うまくやんないと軸がずれちゃったりしますね。はい、外務の稼働範囲の確認でございました。それではね、付属パーツをつけて外務を完成させたいと思います。腰の右側にロックシードを取り付けるところがありますので、そこに3つのロックシードを取り付けます。そして刀の鞘を左腰に取り付けましたら、無双セーバーを鞘に収めて完成でございます。仮面ライダー外務完成いたしました。ここからは番組について少し紹介したいと思います。仮面ライダー外務は2013年から2014年にかけて放送されました。平成仮面ライダーの第15作目でございます。ライダーのデザインを見てわかる通り、戦国武将がモチーフですね。あと先ほどの歴代商品紹介の時にオレンジとかメロンとかイチゴとか果物の名前が出てきましたよね。もう一つのモチーフとして果物が変身のフォームに関係しております。ライダーの見た目は戦国武将で、ストーリーは旧約聖書の禁断の果実という話を題材にしているからという理由で、変身のフォームに果物の名前が使われているということですね。
仮面ライダーガイムの主人公カズラバコウタ役の俳優さんは佐野岳さんですね。2022年の2月現在は29歳で4月に30歳になるそうです。若いですね。すごく運動神経が高くて劇中でも生身アクションをいっぱい披露しています。仮面ライダーのスタッフ陣からも当時の仮面ライダーシリーズの歴代主演俳優で今までで一番身体能力が高かったって称されていたそうですね。はい、それではね、武器を持たせたりいろいろなポーズをしていきましょう。はい、このようにね、右手に無双セイバー、左手に大体丸を装備するとめちゃくちゃかっこいいですね。しかしこのガイムのデザイン、これまた斬新でしたね。個人的にはね、龍騎以来の衝撃でした。うわー、ライダーもついに武者かよ、どうなるんかな、落ち武者みたいのも出てくるんかなって勝手にワクワクしてたんですけど、この作品じゃなくて仮面ライダージオウのね、アナザーガイムが落ち武者みたいな感じでしたね。はい、無双セイバーとね、大々丸を合体させてみました。このね、オレンジを輪切りにした感じがね、なんとも言えません。かっこいいとも言えないけど、かっこ悪いとも言えないんだよな。不思議なもんですね。はい、仮面ライダーガイムオレンジアームズのフィギュアレビューでございました。それでは続きまして、鎧のディスプレイを作っていきたいと思います。はい、まずは頭を外して顔を交換しておりますね。肩パーツを外したり胸パーツ、腕パーツをディスプレイ素体に取り付ける姿はまるでね、セイントクロスマイスのオブジェ形態を組み立ててるみたいですね。仮面ライダーのフィギュアでこの作業は不思議な感じがしました。ただちょっと今回はね、他に言いたいことがありますんで、組み立ててる最中で申し訳ないんですが聞いてください。仮面ライダーガイムの個人的な感想なんですが、この作品はね、リアルタイムで毎週追うにはとってもしんどい作品でした。短期間で一気見することを強くお勧めしますね。まあそれはガイムに限らず平成ライダーほぼ全てに言えるんですけど、特にこの作品は番組の後半で今更一桁台のあの話が付箋になってたのっていうことがね、いっぱいありました。そんな話忘れてるっちゅうにって突っ込みたくなりますよ。続きます。はい、こちらですね、オレンジアームズの鎧ディスプレイでございます。渋いね。続きです。歴代の仮面ライダーのストーリーは番組を作りながら視聴率とかの様子を見て手こ入れしたりストーリーを若干変えていったりするらしいんですよ。例えば仮面ライダーアギトで割と番組の後半にね G3 マイルドっていうライダーが出てくるんですけど、番組制作当初はそんなライダーが出てくる予定は全くなかったのに、ある役者さんがね、僕も仮面ライダーになりたいですって脚本家に直談判した結果、じゃあしょうがない、お前もライダーにしてやるよって言って実現したらしいんですね。ですがこの作品は番組制作前の段階でストーリーが序盤はこうなって中盤はこうして最後にはどうなるって完全に決まっていて、それに沿って作ったんで途中で変更されるっていう話ほとんどなかったらしいんですね。まあそれはそれでいいんですけど、1年近く前の話とかここで掘り出されてもね、 DVD を買うなりレンタルするなりして見直せって意味なんですかね。しんどいわ。以上ですね、オレンジアームズの甲冑ディスプレイでございました。そしてですね、甲冑を外したガイムの素体がこちらでございます。はい、こちらがですね、肩の可動の部分なんですが、今までの SIC とね大きく違うんですよ。ちょっとそこを紹介したくてね、今回拡大させていただきました。これね、こうなってるんですよ。って感じですね。これここに差し込むような状態ですね。これによってこの軸での可動がすごく大きくなってますね。さらにこの状態でも稼働するわけですし、肩のアーマーをつけるところ、ここも稼働するわけですね。こうやってすごいね。こんな仕組みになってたんだね。いやー、びっくりしました。ここはね、今までになかった部分なので紹介させていただきました。以上ですね、オレンジアームズの甲冑ディスプレイとガイムの素体の紹介でございました。はい、甲冑の後ろにね屏風を置いてみました。なんかね、光の当たり具合がちょっと悪いですよね。こんな風にした方が綺麗だよね。屏風が後ろにあると甲冑の見栄えがね良くなりますんで、かっこいいですね、これは。それでは本日は2016年の6月発売 SIC ボリューム72仮面ライダーガイムオレンジアームズのフィギュアレビューでございました。次回の SIC 仮面ライダーのフィギュアレビューはボリューム26仮面ライダー ZO& ドラスでございます。本日も最後まで動画を見ていただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。